やっほー、皆さんこんにちは。もう最近外暑すぎて全然外出する気になれないから、今日もお家でお菓子を作って一人時間を楽していくんだけど、どうせなら夏っぽいスイーツを作りたいなと思って、今回は海の中の世界をイメージした涼しげでおしゃれなアフタヌーンスイーツを作りたいと思います。普段あんまり作らないからちょっと難しそうなんだけど、全体を白とか水色で統一したいんだよね。ということで今はマンゴームースから作り始めてます。泡立てた生クリームにマンゴーピューレと砂糖とゼラチンで作ったマンゴーソースを加えて作っていきます。よしょ、OK。アフタヌーンティーのスイーツを作るのは今回で4回目なんだけど、このお菓子作りの醍醐味は一つ一つのスイーツのクオリティを少しだけ抑える代わりに、小さくて可愛いスイーツをいろんな種類作れるところなんだよね。お相手しましょう。結構濃いよ。はい、まずはマンゴームースができました。よいしょ。そしたらマンゴームースはこのカヌレ型に流していきます。さっき青色に着色したホワイトチョコでね、しっかりコーティングしたので、ここに流していきます。はい、できた。これはね、絶対に美味しいですよ。黄色が透けないかな、心配だな。そしたら一旦これは冷蔵庫で冷やしていきます。この底に詰めるクッキーのところをね、今から作っていきます。こんな感じで砕き終わりました。溶かしバターにさっきの砕いたクッキーを入れていきます。よし、OK。そしたらこれにね、入れていきます。よし、OK。ラップをして、冷凍庫で4時間以上冷やしていきます。あとはもうこれトッピングだけだからね。そしたらアングレーズを作っていきます。これはバニラムースとホワイトチョコムースに使います。前回のお菓子作りからきび糖とか米粉をちょっとずつ使うようになったんだよね。やるじゃないか。これを鍋に戻してひたすら混ぜていきます。やっぱきび糖を使ってるからいつもよりちょっとだけ色が濁ってますね。はい、OK。これが60度くらいになったらゼラチンを入れていきます。よいしょ。そしたらアングレーズを半分に分けていきます。もう半分はホワイトチョコの中に入れていきます。なんかホワイトチョコムースの作る頻度は高い気がする。はい、OK。アングレーズができたので、最後は生クリームと合わせていくんだけど、この生クリームはマンゴームースを作った時にまとめて泡立てておいたやつです。なるべく作業工程は少なくしたいからね。こんな感じでバニラムースの方ができましたと。これは全部ホワイトチョコムースにします。なんかどっちがどっちか分かんなくなっちゃいそうだね。こっちがホワイトチョコで、こっちがバニラね。ホワイトチョコとバニラムースができました。ホワイトチョコムースはこの長方形の型に流していきます。ちょっと待って、動画撮れてなかったんだけど、今ホワイトチョコムースを流して、その上に板チョコを溶かしたのを絞ってみました。こうやったらさ、ホワイトチョコムースを食べた時にパリパリ食感があるかなみたいな。動画撮れてなかったよ。めちゃくちゃなんか喋ってたのに。こうやってちょっと鳴らす。これ良くないかな。はい。で、蓋をしていきます。これで最後チョコをこうやってまた絞っ
って終わりにしよう。これがどういう食感になるのかはね、私は分かってないの。混ぜない方がいいかな。なんか汚いかい？はい。ちょっと最後ね、整えていきます。待って、なんかすごい。待って、触んない方が良かったかもしんない。もう一回こうやってね。とりあえずこれでね、マンゴームースと同じように冷凍庫で4時間以上冷やしておきます。最後のバニラムースも絞っていきます。これは後で残りのスペースにスポンジをはめたいので、一旦冷蔵庫で冷やしておきます。次はマカロンを作っていきます。今日は久しぶりに貝殻の形のマカロンを作ります。実は今回で3回目かな。一番最初に作ったのがこの緑のシェルマカロンなんだけど、これがね本当に綺麗にできたんだよね。でもなんで緑色をチョイスしたのかは今でも分かってないです。貝殻だったら白とかパープルとか水色とかそういう淡い色の方が絶対可愛いよね。そしたらここから生地をね3つに分けていきます。こんな感じで3つに分けたので、白と水色とちょっと濃い水色みたいな感じの3色準備していきます。よいしょ。マカロナージュしながら色を伸ばしていきます。いい感じの色だな。いいかな。次はちょっと薄めの水色にしてみました。はい、こんな感じで OK です。そしたら最後は白をマカロナージュしていきます。ちょっと白少なかったかな。こんな感じで3色できたので、こっからはどうしようかな。混ぜていくか。先を急ぎましょう。半分。これをちょっとこうやって適当に混ぜて、うまくいくかわかんないけどね。あんまり混ざってほしくないな。よいしょ。これでこんな感じの生地ができました。絞ってみたらどうかな。うまくいってるかな。そしたらまずは円形に絞っていきます。さあどうかな。一応ちょっとだけマーブルになってるんだけど、微妙かな。もうちょっとだけわかりやすいマーブル模様にしたかったなーって感じだけど、まあいっか。ちょっと悲しいけどね。そしたら貝殻のマカロン絞っていきます。ちょっと貝殻で絞ったんだけど、今回生地が緩すぎて、なんかあんまりうまく絞れないから、途中から丸に変えました。なんでマカロナージュしすぎたかな。時間経ちすぎたとか？ちょっと悲しいんだけど。とりあえずまだ生地余ってるんだけど、残りもね、全部丸で絞っちゃいたいと思います。今回貝殻無理そう。次はね、スポンジを作っていきます。よいしょ。このスポンジで何を作るかはそんな決めてないんだよね。やっぱプチケーキかな。とりあえずムースの下に引きたいから早めに作り終わりたい。ケーキムースを作るときはできればムースを作る前にスポンジを作るべきなんだけどね。ムースは冷却時間が長いので先に作っちゃいました。はい、OK かな。そしたら流していきます。今日はこのロールケーキ型に流していきます。はい、OK。そしたらこれは焼いていきます。よいしょ。OK。そした
したら次はパンナコッタゼリーのゼリー部分を作っていくんだけど、ゼリーはハワイアンブルー味にします。左はちょっと薄めにして、右を濃いめにしようか。もう少し濃くする。これでいいかな。先を急ぎましょそれではパンナコッタを作っていきましょう。150円。よいしょ。パンナコッタ作るのめっちゃ久しぶりだな。パンナコッタはね、本当に簡単だから。しかもね、美味しいからね。みんなぜひ作ってみてね。ここにゼラチンを加えていきます。OK。そしたらこのプリンカップの半分くらいまでパンナコッタを入れていきます。おー、綺麗に入れられてる。いつもこぼすのに。いい感じです。そしたらこれはね、冷蔵庫で固まるまで冷やします。今ね、スポンジ焼けたんだけど、明らかに左奥がすごい焼けてるよね。前までこんなに焼きムラなかったと思うんだけど、まだ1年しか使ってないんだけどさ、なんでオーブンの使いすぎとかこんだけオーブン使ってる人多分いないと思うので、そんなことないよね。なんでだろうな。まあ、とりあえず一旦これは冷ましておきます。そしたらムースの土台用にスポンジをくり抜いていきます。よいしょ。こんな感じです。いい感じ。よいしょ。そしたらここにはめていきます。どっちが下の方がいいかな。こっち。あ、なんかかわいい。だいぶ冷え固まっちゃってたからムースの接着部分を少し温めて溶かしておきました。よいしょ。そしたらこれは冷凍庫で冷やしてきます。次は簡単な米粉の焼き菓子を作っていきます。よいしょ。さあ行くぞ。米粉が 50g。米粉マスターになれるようにちょっとずつ米粉を使っていきます。なんか材料入れる順番絶対間違えたんだけど、まあいいかも。米粉マスターになりたいとか言ってんのにダメじゃん。いいよ、アールグレイ味にしようか。混ぜていきます。オッケー。ずっと前に買って一回も使ってない貝殻のシリコン型があったので、それで焼こうと思います。よし、そしたらこれで焼いていきます。よいしょ。じゃーん、見て、焼けました。こんな感じです。やっぱさ、左上だけめちゃくちゃ焼けちゃうんだけど、おかしいよね、この焼きムラは。よいしょ。あー、かわいいじゃない。ふわふわ。じゃん。あー、こっちの方がかわいいかも。これもかわいいけどね。これ食べてみます。美味しそう。いただきます。おいしい。まあ、焼きたて補正はかかってるけど美味しいです。焼きドーナツみたいな感じにしてみました。他は形は良さそう。めっちゃ可愛いな。この手前の形の方が可愛いね。奥のやつより。最後はね、このシリコン型でチョコのお菓子でも作ろうかなって思います。そしたらお絵かきしていきましょう。コーティング用のホワイトチョコレートをマカロンと同じように白と水色と薄い青の3種類用意したので、それをまばらに塗って何層も重ねていきます。やばい、これ意外と大変意外と時間かかるなこれ。ちなみにこの方はトッピングとかの装飾に使えるかなって今回のために買ったんだけど、まさかこんなに大きいサイズだと思わなかったっていう。見て、こんな感じでコーティングが終わりました。結構大変だったんだけどさ、
外した時に見た目が汚い感じになっちゃったらちょっとショックだな。で、この後なんだけど、この中に何を入れるかさ、まだ決めてないんだよね。なんか透けちゃうのが嫌だから、ホワイトチョコガナッシュにしてもいいんだけど、ホワイトチョコが足りなくなりそうかなとかちょっと心配なんだよね。悩むなぁ。ホワイトチョコが足りなくなっちゃいそうなので、イチゴガナッシュにすることにしました。納得がいってないんだけど。よいしょ。待って、ほんとピンクなんだけど。ホワイトチョコはこの後のトッピングに残しておきたいので、選択肢はいちごガナッシュかミルクガナッシュか抹茶ガナッシュの3択しかなかったんだけど、その中では一番いちごが色合い的に変化しないかなって思ってこれにしました。あとね、中にレモンピールを入れてちょっと酸味を加えました。こんな感じでできました。ギリギリ埋まったけど、なんかこれどうなんだろうな。とりあえずこれは冷やしておきます。食べるの楽しみだね。よし、まずはこのマンゴームースから仕上げていきましょうか。いきます。よいよ。じゃーん。お、いい感じじゃない？めっちゃ可愛いじゃん。ほっ。シュッと。ほっ。こんな感じです。可愛いです。あ、可愛い。そしたら、ラメを振りかけます。はっ。見て、キラキラになったのわかる？わかんないかな？見えないかな？これはパンナコッタ用に作ったゼリーなんだけど、ちょっとトッピングに使わせてもらいます。いい感じじゃない？この上にちょっとだけゼリーを乗っけていきます。ちょっと乗せすぎです。ちょっとだけ乗っける。こんな感じ。チョコレートで人で作ってきたので、これ乗っけていこう。ここからどう見ても人手に見えないんだけど、しょうがないもん。これ人手じゃないよ。どうしよう。こんな感じでマンゴームースが完成しました。イエーイ。やっぱ飾りがしょぼいよね。これ以上方法がないので、とりあえずこれで完成にします。そしたら次行きましょう。そしたらこのチョコレートが固まったので取り外していきます。緊張するよ、これさ。もう絶対さ、ピンク色に透けてるんだよね。いきます。はっ。出てこーい。よいしょ。あ、待って。ピンク色のところがさ、ちょっと紫っぽくなってていいかも。てか、可愛いかも。なるほどね。よいしょ。可愛くない？あ、なんかピンクも模様になってない可愛いじゃん。あ、可愛いかもしれないよ。どんどん取り外していきましょう。できたと。ピンクつけちゃうかなって心配だったんだけど、いい感じにピンクが模様になってくれてます。すごい。なんか結果オーライなんだけど。そしたらここから仕上げのトッピングをしていきましょう。まずはさっきと同じようにラメパウダーを振りかけていきます。これね、キラキラにしてあげるんだよ。はい、こんな感じでキラキラになりました。見えるかな？で、あとはワンポイントでなんかデコレーションしていこうかな。このデコレーション可愛くない？やば、天才かも。じゃーん、見てー。こんな感じで海のチョコスイーツが完成しました。イエーイ。かわいい。なんだこれ。なんかマジでさ、途中大丈夫かなってか思ったけど、結果、すべてがうまくいった気がする。ちょっとこうピンクが透けてる感じが、なかなかにエモさを醸し出してるんじゃないでしょうか。いい感じです。いただきます。美味しいです。
したら次はパンナコッタを仕上げていきます。入れていきます。やばい、デコレーションが思いつかない。とりあえずパールシュガー乗っけていこうかな。もう本当にさ、デコレーションが思い浮かばない。ちょっとネタ切れなので桃をカットして乗っけることにしました。美味しそうだなぁ。ほんとちゃんと準備して臨めばこんなネタ切れにならなくて済んだの。これデコレーション過去一悩んだかもしんないんだけど、とりあえずこんな感じでパンナコッタゼリーができました。てか桃がもう色変色してんだけど、ちゃんとレモン水につけたんだけどな。ということでちょっと満足はいってないんだけど、これはこんな感じで完成にします。イエーイ。次行きましょう。そしたらグラサージュを作っていきます。ここに白のアイシングカラーを加えていきます。混ぜる。そしたら青のアイシングカラーも加えていきます。でこれで水色になってくれると。よいしょ。そしたら次このムースを仕上げていきます。お、今回綺麗に取れる。なんでやっぱスポンジ入れるのちょっと遅かったな。完全に一体化してないよ。しくったね。よいしょ。できた。取れた取れた。そしたらグラサージュ流していきます。今回の色めっちゃ可愛いな。よいしょ。よいしょ。そしたらこれのデコレーションをしていきましょうか。こんな感じどうかな。可愛くない？じゃーん、こんな感じでバニラムースケーキの完成です。可愛くない？どう？なんか今回グラサージュがめっちゃ可愛いね。なんか海っぽいデコレーションがどうしてもできない。ちょっと勉強不足だな。とりあえずこれはこんな感じで完成にして次行きましょう。そしたらこれもう一回使っていくよー。よいしょ。なんとこれをもう一回使うのです。よいしょ。この中に入れて、これをもう一回温めてきます。よいしょ。これ溶かしてきたので今からこしていきます。これで再利用できるというわけです。よいしょ。無駄なスポンジ生地とかがこうやって取れるので、もう一回グラサージュが使えるわけです。すごいでしょ？そしたらもうちょっとだけ濃くしていきます。はい、OK。もう一個のムースのこのホワイトチョコムースを出していきます。あ、かわいい。この形めちゃくちゃ取りやすい。これさ、これパリパリチョコになってんじゃない？どう？よいしょ。ここにグラサージュをかけていきます。よいしょ。ちょっと待って、これ難しい。こういう四角い形ってグラサージュをきれいに塗るのが難しいから、ムースをグラサージュにつけるか、もう少しグラサージュの量に余裕を持たせるべきだったかもね。こことか見て。ダメどうしよう。あかん。こんな感じでできたんだけどめっちゃ汚い。こっちのムースのグラサージュはうまくできなかったんだけど、気を取り直して可愛くデコレーションしていきます。生クリームで波の模様を描いてみたんだけど、わかるかな？頑張ってサンゴ礁描いてきたからね。
れを貼っていきます。待って割れた。あ、もう本当に最悪。こんな感じでできました。これちょっとなんか海っぽくなってない？これなんか適当にやったら全然変なデコレーションになっちゃったからさ、これだけ私が自分で食べようかな。いい感じです。オッケーオッケー。そしたら次はこのアールグレーの焼き菓子をね仕上げていきます。コーティング用のホワイトチョコを溶かしてきたので、これ型に流してこうちょっと広げて、こうさこうやってはめたらいけない？これでちょっと冷やすみたいな感じでやろうかなと思います。今日ね、ダメだ。デコレーション。全然思いつかないんだよね。いつもはなんか最適なデコレーションが降ってくるんだよね。今日は何も降ってこない。今日はホワイトチョコがメインになってるね。これで一瞬だけ冷やします。そしたら冷やしてきたので、これを取り外していきます。せーの。あ、かわいいじゃん。こんな感じ。白にして正解だったね。ちょっとホワイトチョコ分厚すぎちゃったかも。うわっ。なんかこれで結構完成でいい気がするんだけど。こんな感じ？はい、こんな感じでアールグレーの焼き菓子ができました。チョココーティングしちゃってるけどね。もう一個の模様のやつなんだけど、一個ね、生き残りがいたんだけど、なんかデコレーション失敗しちゃってさ、これは私のおやつにします。やっぱ全然こっちの形の方が可愛くない？どう？めっちゃ可愛いよね。これで完成にします。そしたら次行きましょう。今日マカロン焼いたんだけど、糖分がなんかいつもより強いというか、そんなことあるって感じなんだけど、なんかすごい焼き色ついちゃった。なんか今日マカロン全然満足いってないんだよね。形は綺麗なんだけど、すごい焼き色がついちゃった。こんな感じです。形めちゃくちゃ綺麗だね。売り物みたいだね。よし、そしたら最後マカロンをデコレーションしていきます。デコレーションって言ってももうね、時間ないから、今日はクリーム絞って終わりにしようかな。ちょっと一回原点に戻ろう。やっぱこれがね、原点にして頂点なんですよ。両方に絞って、はい、そしたらね、マカロンはこれで完成にします。ちょっとね、時間がないので、あんまりデコレーションはできなかったんだけど、ながらはね、2つこんな感じで作ってみました。ちょっとマカロンが綺麗にできたら、めっちゃ可愛いシェルマカロンができてたはずなのに。ちょっとショックだけど、まあでもね、他の説は可愛くできたし、これでよしとしましょう。はい。じゃーん、見てー。こんな感じで今日も全部のセットが完成しました。イエーイ。かわいい。青だ。普段こういう水色系なんてないからさ、めっちゃ新鮮で可愛いね。っていうかもうデコレーション難しすぎたんだけど、基本的にミントとかローズマリーとかそういう葉っぱ系も使えないし、ピックも白と青とかそういうのがあまりないし、とりあえずトッピングで青の要素ってなかなかないから、もうね、デコレーションを考えるのがめっちゃ大変だった。本当に今回は苦戦しましたね。それでもね、超
可愛くできた気がする。これとかも見て、めっちゃ可愛くない？可愛い。ツヤツヤだね。ということで、私は今日も片付けをして終わりにしようかなって思います。このスイーツたちは後でお友達と一緒にアフタヌーンティーをしながらいただきます。ということで、じゃあまた後でね。バイバーイ。無事にスイーツたちをお友達にお披露目して一緒にアフタヌーンティーでいただきました。水色のスイーツなんてなかなか作る機会がないから今回はいつもと違った面で考えることが多くて結構楽しいお菓子作りでした。ボンボンショコラとバニラムースと米粉のシェルケーキが上位でうまくできたかもしれない。意外と簡単に作れるからみんなもよかったらぜひ作ってみてね。次のアフタヌーンティーは黄色とかオレンジとかそういう色で統一したいんだよね。レモンとかみかんとかマンゴーあたりが良さそうだよね。そう考えると意外と夏も楽しめるね。次はどんなスイーツを作ろうかな。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。